ここは都内にある風変わりな喫茶店、角芸喫茶ハメジュン。今週はその屋根裏部屋からお送りします。いやー、入学、進学、就職といろんなことが始まるシーズンですけれども、この春やりたいことってありますか？私、新しい格闘ゲームをちょっと始めてみたいなって。ついにストリートファイター以外にも、はい、ちょっとかじってみようかなって思ったりします。マスターはそろそろオフラインのイベント、例えばライブとか行きたいなっていう気持ちがね、本当に今強まってます。ああ、いいですね。僕のライブにじゃあマスター来てもらいたいですね。行きたい。でもうステージ上から見つけて「やーいマスター!」って言って煽りたいですね。それやりたいな。この春いらっしゃい。いらっしゃいませ。あ、鉄拳の若手強豪プレイヤーのお二人じゃないですか。よろしくお願いします。こんにちは。天性の反応速度と無類の勝負強さを武器に数々の大会で活躍する玄選手。鉄拳シーンで今最も勢いのある選手の一人です。鉄拳ワールドツアー2018王者のランチュ選手。世界最強のパンダ使いとして名を馳せる韓国のトッププレイヤー。では最初のトピック、先日開催されたトパンガリーグクロス鉄拳7シーズン3を振り返っていきましょう。国内の鉄拳トッププレイヤーたちがしのぎを削るトパンガリーグクロス鉄拳7シーズン3。シーズン4初の開催となった今回、ゼウガル選手やピンヤ選手など T1 リーグ初参戦のプレイヤーも加わり、7試合選手制の総当たり戦で争います。中でも圧倒的な強さを見せたのが玄選手。7戦全勝という文句なしの成績で完全優勝を果たしました。完全優勝です。2位以下は混戦となる中、ランチ選手が準優勝。トッププレイヤーたちが集う最高の舞台。次回はどのような戦いが見られるのでしょうか。う。ランチュ選手が準優勝、そしてゲン選手優勝、おめでとうございます。まずは率直なお気持ちをお願いいたします。自分でも全勝優勝は本当に予想してなくて、その1日目は正直その緊張してて理想な動きとかはできなかったんですけど、なんとか勝てて、で2日目あたりからなんかいけるなっていう、そのまま勢いで優勝できました。すごく印象に残っているのがオフライン開催で選手の控室があったんですね。ゲン選手の出番が来ると、その他の選手たちが萎えてるんですよ。強すぎて無理じゃんこれとか言ってそれがすごい印象に残ってて、そしてランチ選手は過去4位6位と続きましたけれども、今回は見事準優勝。前々回と前回あんまり個人的にあんまり満足できなかった結果だったので、今回は新しいチームも入ったし、いい結果になってよかったと思います。チームに入ったんですね、新しく。そして大会に向かう途中、電車にアケコンを忘れるっていう前日にちょっとあんまり眠れなくて、ちょっと電車でちょっと上のところにどうしたんですかそれ。とりあえず会場に行って、アケコン借りたり。でもそのアケコンを誰かに借りた日はランチは全敗だったんですよ。結構メンタル的に結構やられた状態だったんで、精神的に辛かったという。そしてお二人の直接対決もありましたが、印象に残った試合とかってあります？唯一自分が使っているファーカムラムを引っ込めさせられたゼウガル選手との試合なんですけど、スティーブに勝つのが結構苦しくて。それはキャラのかぶせ合いってこと？そうですね。ファーカムラムが唯一きついのがスティーブっていうキャラクターで、このスティーブに困った時に戦いやすいキャラクターのマードックっていうキャラクターを一応仕上げてました。本当に苦しい、一番苦しめられた試合でしたね。竹林選手との戦いが印象に残りました。なんか前々回 7-2 で負けて、前回 7-0 で負けて、もうやっとやり返せたんで本当に嬉しかったですね。どのあたりが何でしょう、勝つことができた理由だったんでしょうか。練習もっと時間かけて良かったところもあって、本当に努力で裏切らないんだなと思ったりもしてて、竹林が使ってるキャラってギースというキャラなんですけど、あんまりボタン押さない方が絶対いいんですけど、大事なところでボタンを押さないようにして、勝てるようにしました。そして先月、ポーランド首相をモチーフとした新キャラクターリリア・ソビエスカの配信がスタート。一体どのようなキャラクターなのでしょうか。感想としては
強いですね普通に、機動力ももちろんありますし、あと火力が高いんですよ。で崩しも強い、攪拌も強いみたいな感じでいろんなキャラクターの強い部分を持ってるっていう印象ですね。ファーカムラムと、あとリロイの時くらいではないという評価ですね、僕は。キャラクターのバランスのアップデートが、行われたんですけれども、そのあたりについていかがでしょうか。一番弱体化された箇所が多いのがファーカムラムで、一個一個のコンボ自体のダメージはそんなに変わってはないんですけど、その細かいフレームだったり単発のダメージとかが減ってていいキャラクターになったのかなというふうに思いますね。そしてランチ選手が使っているジュリアも、若干ながら弱体化されましたよね。一言で言うと まだ戦います、はい、ファーカムラムにも戦えたし、スティーブもかなり弱体化されたと思うんですけど、両方弱体化されて逆に戦えるようになったんじゃないかなと、嬉しいところもありました。今ね改めてお互いのことをどう思ってるのかっていうのをね、今回ね優勝準優勝と直接対決もしましたけど、どういったプレイヤーですか？大会とか見ているとなんか緊張してないような、何考えてるんだろうっていうふうに思いますね。謎に包まれてるオーラみたいなのがあって、大会中特に何かやらかしそうだなみたいな、荒らしてくれそうだなっていうふうに思いますね。とりあえず気持ちの切り替えが早いです。本当にもう心折れないんですよ。玄君が「あ」っていうの聞いてみたいもんね。想像できない。それがないです。決勝戦で青さんに大会終わった後に言われたことなんですけど、自分が焦ってる時とかめちゃめちゃ深いため息とか作るらしいんですよ。そのため息とかはぁみたいなのを聞いて、今がチャンスだなみたいな風に思ってたらしいんですよ。でそれを大会が終わった後に言われて、こういうのなくそうって思って。確かにギリギリ勝ったらため息とかしてたり、こんな顔したりしてたんですけど、今回はもうロボットでもうそのままもうこうモニターだけもう見ててちょっと怖かったんですね。完成してんじゃん。じゃあちょっとおのおのの話もっと突っ込んでいきたいんだけれども、ちょっといつかちゃん、もう言っちゃって。ランチ選手ご結婚されましたよね。はい。いやもうおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。みーみーさんはね、だって僕らハメ人にもね、そうなんですよ。出てくれましたからね。はい。きっかけは2019年に僕日本に来たんですけど、レッドブルスピアっていう対戦会できる場所があるんですけど、そこで仲良くなって、そうなんですね。みーみーちゃんのどんなところが好きなの？見た目だけですね。思っててもやめろ。冗談で飯もうまいです。やっぱ鉄拳の話を中心に。鉄拳の話中心にはしてないかもしれないですけど。逆にどんな話してるんですか？普通の話してます。普通の例えばリディアが強いとか。普通のそれ鉄拳の話。対戦とかしたりすることも相変わらずある。オンラインとか、友達が誰もいない時はちょっとします。逆にみーみちゃんが大会なりイベントなり出る時にランチさんが練習相手になるってこともあるってことですよね。そうですね。本当に気合い入れて練習しようとしてる時はもう本当に僕も気合い入れて、手伝ったり。そういう時に怒ったり夫婦喧嘩になったりしない？なんでサシロガードすんのとか言って言われる。そうだよね。待って。それで怒られたりはしますよ。お前以外は見てガードする人もう見たことないからとか。旦那の反射神経がいいから奥さんが切れてんだよね。一方ゲン選手は、YouTube で初心者講座を始めたそうですよね。少しでも多くの人に鉄拳を知ってほしかったり、プレイしてほしかったりするので、それをきっかけに始めました。具体的にどんな内容になってるんですか？もう本当に基礎中の基礎から。俺たち、俺といつかちゃんのもう鉄拳初心者だから、もし俺たちに最初にこれ覚えてくださいって言うんだったらなんて言うの？まずキャラクター選びで、そのキャラクターのコンボを覚えたら絶対楽しめると思うので、まずそこから細かいことをいろいろ覚えていったらいいと思います。じゃあこれからも初心者講座続けていかれる感じですか？これからは中級者編とかも、その応用編とかもいろいろ出していこうって思ってるので、ぜひ見てほしいですね。いろんな人に。ちょっと見よいやーやっぱりゲームの話はねテンション上がるし、優勝者準優勝者っていうのがやっぱいいっすよね。でもこの2人もう一回戦わしたらどうなるか分かんないでしょ。対戦してもらってもいいですか？
はいはいお願いします。はいお願いします。トパンガリーグ優勝を争ったお二人が激突。ゲン選手 VS ランチ選手。パワーカムラムが、めちゃめちゃに弱体化したんですけど、それでもまだ自分は戦えるって思ってるんで、それを今からお見せしたいと思います。ジュリアも弱体化結構されたんですけど、まだいけるっていうことを見せたいし、あと優勝したゲンに勝って優勝賞金をもらおうと。話がでかくなってきてる。はい、ということで見ていきましょう。エキシビジョンマッチ。さあスタートです。選ばれたステージはドゥオモディシリオ。まず今のですね、ライトニングローキック、足元蹴る技、これダメージが3下がりましたね。その細かい変更点はまあいいや、確かに知れてよかったです。そして壁コンボ、これもダメージが下がっております。いやでも減ってるよ。しかしこのモンスターテール、大きな下段攻撃とスラッシュキックのジェットバーリーと膝蹴り、そしてヘビーミドルキックといった技は変わっていません。左キック、まずはゲン、そしてこの LPLP もダメージが低下し、カウンター時のやられなどが変更されて、リターンが下がっている。結構ね、その小技がちょっと弱体化、リターンが減っている。そしてこの大転戦尻尾もこれまでですともっととんでもない追撃が入ったんですけども、その点に弱体化しております。壁に貼り付けるこのコンボは健在だが、足元有利を取って攻め込んでいくのはゲンです。ここは時間ずれている。レイジドライブだ、これもダメージが下がっているので倒しきれない。やつ中段ドライブを返していくのはランチュ。こうレイジ状態にのみ出せる、特殊な技ですね。これを使っていきました。ところが拾えなかったニャツにも出していきます。壁際圧力がある攻めを展開していくのはランチュですが、押し返していくゲンどうする。このジュリアは相手にどんどん突進していく技が非常に強力です。突進力でこのリーチ差を跳ね返していく。そしてしゃがみ状態からの2択も強力ですが、ここはガードから反撃背面を取って下段カウンターヒット、状況を確認していけるランチュ。まず1試合目リーチをかけたのはランチュです。突進攻撃非常に強力。大連戦尻尾、昔ならとんでもないダメージが出ていた。しかし置き攻めに持ち込んで十分なダメージ。ランチュが果敢に2択を仕掛けていきますが、ガード。しかしこれは壁がちょっと自分の右側にありますが、どうでしょうか。コンボをしっかり決めていく。壁までいっちゃった。投げを抜けるが、体力リードはランチです。ゲンはもう少しダメージが欲しい。この壁を生かしたい。ワンツースリー小技。しかし下段どうなる。お互いレイジです。ドライブ潰した。ドライブを潰して、うわー、ジャンプしてた。いや今のもですね、大きく弱体化した点が出ましたね。ファーカムラムの今 PK ですよね。ジャブからハイキック、ヒット時の有利フレームが大きく減りました。その変更点を踏まえた勝利。そうですね。そこで下段を崩しに行ったところを、ランチがジャンプ攻撃で暴れることでその下段を回避したといやいうシーンでした。ランチさん先行して、アケコン持ってるとこんだけ強いんだぞというのを見せつけていく形。忘れたりとかしたの初めてですけどね、そのトバガリの時にそんないっぱいしてないですよね。いやもうそういうキャラクターみたいになっちゃって。しっかりと透かし確定を決めてゲンが取り返します。これは変わらず確定。イラプションに最大タイムガードした後の、ここはしっかり反撃14。そして置き攻め下段ママラガン、ジェットバーに押し込んでいきます。そしてハイキック相打ち。体力リードはゲン。後半リード上がる。左横と大転放水、横からの透かし確定、そして浮かせ技と。しかしレイジ状態でプレッシャーをかけていくランチュ。壁に押し込んでいきます。2択中段、これが通ると壁が近いぞ。さあ押し切る。レイジドライブはガードされて大丈夫な技なの？そうですね。むしろガードさせた後に相手を吹き飛ばして壁に押し付けることができるんですね。じゃあ有効活用してましたね。それを成功すると、なんとその5ダメージ削りで入った上に有利な状況から攻め込めるというのをうまく使っていきました。壁が近い。足元投げは抜ける。ランチが体力リード。しかしこの壁とレイジを生かせば逆転十分に可能か。足元ガードを崩した。そして壁から剥がしてバルコニーブレーキもあるぞ。ここはレイジドライブ、ダメージ崩し、中段肘が刺さりました。バルコニーブレイクはステージが変わるやつだ。そうですね。それよりもレイジドライブを使ったダメージの高いコンボを選択しましたね。
アッパーカットしっかりガードする。しゃがみ状態から下段で崩したのはゲンです。体力リードはランチュ。いやほぼ五分か。ここはガード背面と入れ替えながらの反撃。中段一発があるお互い。レイジのゲンはどうするか。下段中段、そしてレイジドライブ押し込んで2択下段、さらに下段ガード削りに行く。ランチに対しておお更新中。ランチリーチ。マッチポイント。このラウンド勝てばランチ 2-0 で勝利です。優勝賞金をその手にできるでしょうか。話変わってる。デンジャラスアッパーカットしっかりガードして反撃。そして春歩からのしゃがみ択はゲンもしっかり守っている。ここもガード。いやー左横。さっきとやはりあんまり有利じゃないんで攻めづらそうです。壁際壁コンボダメージは下がってるから十分なダメージだ。さあ後がありません。ゲンどうする。このレイジを生かせるか。中段ガード。さあ中段ヘビーミドルからドライブ。かなりのヘリから足元果敢に下段を攻め込みました。特にやはりファーカムラの PK ですよね。あそこからの攻めがあんまり有利じゃないので、結構相手のファーカムラの攻めに対してランチはしっかり横移動などをして、連携を回避しつつ反撃するというシーンが目立っています。運命の3セット目。ここは軸はずれていますが高層戦球体の下段崩しました。うまい右横移動。追加攻撃を食らいながら回避した。うますぎるこのダメージ。壁際ママラガン崩してプレッシャーがすごいぞ。しかしランチもしっかりと暴れて割り込んだ。やはりこの流れを断ち切るいい一打になりましたね。ハイキック連携を割り込んでいきます。運んでコンボレッシント。このレッシントもダメージはかなり下がったんですけれども、それでもやはり非常に火力の高いコンボになっています。ここはおー左横移動。横移動が火を吹いてる。ランチが2ラウンドを連取してハイキック。このハイキックなんかいいですね。はい、非常に強力なんですよね。鉄拳にとってこのハイキック守りの要。相手が攻め込んでくるところに速い技かつカウンターで連続技に行けるという性能を持っています。ゲーム後がありません。どうする。ここはおっとホーミングアタックを使う剥がした。鉄管上段の強力な蹴りから連携を組み立てていく。そしてランチが横移動では回避するところを嫌がってホーミングアタック横移動に必ず当たる技をゲームは対応しています。上段回し蹴り。そうですね。やっぱそうだ。ただ体力状況はうわー背面回ってレイジャーツ終わりだ。これはもしや身体がメンタルが体に影響した一言じゃないの。なんとかゲーム取り返しました。おっとこれはもう読み合いが回ってるぞ。PK から食らった後ランチは横移動を毎回していましたね。そこに対してゲンはホーミングアタックを決めていたんですけれども、そのホーミングアタックそれほど反省が早くありませんので、そこにランチはハイキックでそれを潰すという読み合いになっていますね。2着だとこういう展開が見れますね。しかしヘビーミドルこれはめちゃくちゃ減ります。スクリューからママラガンで運んで倒し、いやまさかそんなフルラウンドフルセットもつれた。どちらが勝つことになるのか。ここまでかなりの熱戦が繰り広げられてきました。しかしここからゲンのギアが上がってきている。ランチはいやハイキックだ。やはり流れを手繰り寄せるのはこの位置だ。壁まで運んでいけるか。出し切りあえて打ったがここはしっかりとゲンが反応していました。すごいダメージ。残るが苦しい。どうする。カウンターハイキック遠い。ドライブひとまず打って押し込んでいく。壁が近いぞ。ゲンもこれは危ないか。2択しっかりとエキシビションマッチ勝者ゲン。3ラウンド目ドライブ回り込んだ時に「あ」っていう声が聞こえたんで、これは時点で勝ちですね。出た。ファーカムラムの弱体化が必要だと思いました。弱体化はしてます。ゲン選手ランチ選手対戦ありがとうございました。ありがとうございました。初級者5日の格ゲー修行格ゲーレッスン。今週はフード先生に教えていただきます。まずはランクマッチに挑戦。気になる相手のキャラは
なんだろうね、いつかちゃんアビゲイルとかねやっぱ苦手だしね。今ならホンダとかでも多分大丈夫です。焦らずにできます。いやそういうこと言うと本当ホンダ来るから。いやだからちょっと言わないでおきましょう。いや来ちゃうから、でもね来ちゃうから。さあ対戦どうなるかな。ほらね言ったじゃん。40分の1引いた。さすが41か。 41分の1。うまおいいきなり出た。今の歩き V スキルうますぎるだろ。いきなり出た。自信がある。自信がある。前にこれに自信がすごい。プレーに自信がすごい。みなぎってる。絶対にこれ相撲だったら土俵の外いるもんね。ホンダ勝ってますもんね。もう勝ってる絶対に。あ、いい。すごい肉と肉とのぶつかり合い。肉と肉とのぶつかり合いからの投げ軍図ほぐれつがっぷり4つ。つえ置き攻め。続くラウンドも激しくぶつかり合います。どうなのこれ。アーマー同士のぶつかり合い。岩戸開きじゃないからのやられたらやり返す。倍返した。余裕に決めて最後どうするいつかさん。大人味。いや本当にすごい良くて、いやなんかそのアドバイスっていうよりはなんかその違うフェーズに行った方が良さそうだなと思ったんですよね。それがやっぱフレームとかを覚えると本当にすごく強くなるんですよ。例えばこういう私みたいなフレームちょっとだけなら知ってるみたいな人が最初に覚えるフレームで何を覚えたらいいですかね。どこから覚えたら。ザンギフのフレームがすごく大切なんですよ。ザンギフで一番速い技って多分4フレだと思うんですよ。じゃあ相手の技が、マイナス3だったら何も当たらない、4だとしゃがみコパンが当たるみたいな。で次見るところは5フレなんですよね。相手の技をガードして5フレだったらしゃがみコパンも当たるんだけどスクリューも当たるんですよ。で多分ザンギは3以下か4か5以上だけでいいような気します。大変ですね。なんか本当に受験勉強って感じです。意識してやることがすごく上達につながるんで、ちょっとフレームを頭の中で意識すると今後もっと伸びると思います。わかりました。ありがとうございます。頑張ります。間もなく閉店のお時間です。はい、もうやっぱりお二人の戦いがもう面白すぎて思わず声が出ちゃいました。楽しかったです。ありがとうございました。いいっすね。やっぱ鉄拳の人たちのなんかトークもだし、対戦も面白いし、あと玄君の強さの秘密もっとちょっと深く知りたいなと思ったんで、玄君をもう丸裸にする裸の玄っていう企画作りましょう。とても楽しめた収録でした。大会全部優勝を狙うぐらいの勢いで今後も活躍頑張っていきたいと思います。このハメジュンの収録って結構好きで毎回出れるようにちょっと活躍したいと思います。またのご来店はお待ちしております。ありがとうございました。次回は大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。ライト選手とルナマド選手がご来店。お楽しみに。